はいどうも、作曲家のトイドラです。今日は藤井風のもうええわを分析していこうかなと思います。じゃあまずは曲の方を聴いていきましょう。これが1番です。次 C メロ行きましょう。さあ、こんな具合なんですけれども、この楽曲の総評を見ていきましょうか。ざっくりこんな感じです。詳しく見たかったら動画を停止してみてください。軽く見ておくと、楽式すなわち楽曲の構造ですね。こちらは典型的な複合バースコーラス形式、A メロ、B メロ、サビといった形式です。ここに C メロがついているのがこの曲になります。そしてリズムや、コードからわかるようにこの曲は明確な R&B の影響があるというふうに言えるでしょう。さて、じゃあもう一度曲を頭からさらっていきつつ、要所要所止めてみていきますね。まず冒頭ですね、ピアノソロの前奏から始まっています。こんな感じですね。音域も狭くて、で、音質がね、原曲だとローファイなんですね、とても。ローファイヒップホップなんかを彷彿とさせて、日本人好みの音になってますよね。あと地味に特徴的なのがここですかね。ここが Dm7 から C メジャーセブンスへ直行してるんですけれども、これ251として考えるんだとすると、一旦こう部分転調してますね。6調へ転調、部分転調して、6調の2度7。で、6調の5が来るのかと思いきや、5は省いて6の和音ですね。これは251の真ん中の5が抜け落ちた21の直行だと言えます。はい。で、こんな感じで前奏が進んでいきます。ここおしゃれですね。この和音おしゃれですね。おしゃれっすね。はい。この、音コード、4オン5の形ですね。4の和音が5の、ベースの上に乗ると。この音コードは、藤井風大好きなわけですけど、藤井風は属和音、ドミナントの和音の時に、この音コード対応します。ちょっと一旦8長調で考えてみましょうか。5の和音っていうのはこうです。で、1の和音に解決しますよね。この時、同音、シの音です。この和音の第3音にあたるシの音を同音と呼んで、主音であるドの音に解決するわけなんですけども、この解決がちょっとダサいんですね。
和音、ドミナントの和音に含まれている、このトライトーン3000音の音程、気持ち悪い音程が、こういう風に解決してくれることで、解決感が生まれるわけですけど、ちょっとダサいんですね。このあからさまな解決感というやつが。なので、最近のポップスでは、同音をドミナントの和音から外すということが行われております。でその結果生まれたのがこの音コードですよね。こういう解決進行にさせると、3000音を含みませんから、ちょっとダサくなくなって、田舎っぽさがなくなると。そういう風にして生まれた和音がこの音コードです。この音コードは以後もいっぱい出てきます。で、ただ、この音コードのまま解決するのかと思いきや、その後ですよね、これ。B のセブンス、フラットナインスに行ってると。いや、おしゃれですね。このフラットナインス、ドミナントの和音にフラットナインスのテンションくっつけるということもまた藤井風は、大変よくやります。フラットナインスがくっつくとやっぱりちょっと、なんて言うんでしょうね、エロい和音になって色っぽくなると。R&B らしさも出るし、非常にかっこいいですね。で、このフラットナインスのテンションをつけるときは、同音があって構いませんね。ここに同音あります。同音。で、フラットナインス。なので、藤井風が使うドミナントのコードは、同音がない音コードもしくは同音がある場合はフラットナインスのテンションがついているということが多いです。単純なセブンスは使わないんですね。ダサいので。続きいきましょうか。はい。ここになんかちょっとなんか謎の音あるんですけど、これはギターのパートに振ってるけど、多分本当はシンセサイザーの音かなんかかと思います。こういう、なんて言うんでしょうね、ワンショットみたいな、一回しか出てこない謎の音が結構この曲ではいっぱい出てきます。当然元の R&B だと生楽器での演奏が前提になってますから、こういう DTM 的なワンショットっていうのはないはずなんですけど、藤井風はそこをうまく融合させてますよね。生演奏の良さ、R&B の良さと、そこになんか一瞬だけ入ってきても、あとは出てこないような、シンセサイザーの楽器。これでうまく、スパイシーな感じを出してますよね。で、続いていきます。でこの辺、コード進行前奏と同じなんで省略してもいいんですけど、とんでもなくベタ打ちな和音ですね、これ。何のビート感もない。で、これは、ここだけじゃないです。もうこの後ずっと、エレキピアノは、なんとずっとこの本当和音を伸ばし続けるだけ、何のビートもないっていうことをしてるんです。これは R&B のらしさでもあるんですけども、普通こんなダサいベタ打ちのリズムで和音を弾いてたら飽きるんですけど、この曲の中ではうまくバランスが取られています。どういう風にバランスが取られているか。メロディー見てもらうと分かる通り、16分音符のシンコペーションがとても多いですね。この段階でもう、このベターっとした和音と、シンコペーションのメロディーで、心地よいリズムのこのグルーヴ感が生まれますよね。でその後の展開でも先取りしちゃいますと、ドラムがずっとこの、大変基本的なビート。なんかドラム初心者が叩くみたいなビートですね。でもこれずっと本当にこのままずっと続いていきます。同じリズムのまま。だから、エレキピアノとドラムはすごく頭打ちでベタっとしたリズムなのに対して、メロディーもシンコペーションをやりますし、あとベースですよね。ベースが特徴ですよね。普通ベースって表打ちのリズムなんですけど、この曲の中でのベースはメロディーと同じく16分音符でシンコペーションを取ってます。このようにすごい頭っていうもうベタっとしたリズムのパートと、対比させるパートが用意されているのがこの曲のグルーヴ感の特徴ですね。で、ここにまた A メロのワンフレーズ終わったところにフラットナインスのついた色っぽい和音です。で、ベースが入ってきます。とてもファットな音のシンセベースですね。
ここも、ちょっとだけ取り上げておくと、これ和音変わってないんですね。和音変わってないけど、ベースがここで動いてます。ベースだけ動くことによって、ここで251を構成すると。はい。で、ここ、今 A メロの終わりですね。和音がすごい動きをしています。ここで転線をしているんですね。転線というのは、すなわち、E マイナーだったこの曲が E メジャーに転調していくと。マイナーがメジャーに変わることを転線と言います。で、転線の直前の和音がこれです。オンコードですね。オンコードって使うと転線がしやすいんですね。オンコードっていうのはすなわちこの4 on 5とか、2 minor sevens on 5といったドミナントの役割を持っているオンコードのことですけれども、これを間に挟むと、不思議と、マイナーからメジャーへ、メジャーからマイナーへ行きやすいということになっています。で、この時、転線の時和音がね、ここでいきなり変わってますんで、メロディーがここのメロディー。この、ソの音です。G の音が、このギスの音とぶつかってますね。ぶつかってるけど、これはもうしょうがないでしょうということで、無視されてます。はい。B メロです。B メロで、このなんか、こういうすごいシンプルな2分音符のキランキランというシンセサイザーが出てきます。こいつもこのシーンでしか出てきません。で、あと、B メロの頭でなんかこのよくわかんない、なんか効果音も出てきますよね。こういう効果音の、出てき方はとても DTM 的な気がしますよね。で、このエレキギター、ワウがかかったエレキギターがね、ワン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 と出てくるんですけど、このシンセサイザーの音と同じで、見ればわかる通り、とても基本的な頭にポーンって鳴らすだけの、ただの音です。でもこのただの音がここに入ることで結構面白い感じを出してくれてるというのは、藤井風のセンスかなと思いますよね。やっぱなんか、よしかっこいいここにじゃあ、ギターのメロディーライン入れるぞとかって思うんですけど、藤井風が入れたのはギターのただの1個の音だけです。はい、ここですね。とてもおしゃれな和音が鳴ってます。これすごい和音ですね。これ楽譜上、この音を、シの音という風に、シのシャープという風に書いてるから、あんまりわかりづらいんですけど、これ実は、どのナチュラルだと考えることによって、これはオンコードになります。どういうオンコードになってるかというと、これもちょっと一旦波長調で考えますと、フラット6のマイナーです。フラット6マイナーが、5の上に乗ってます。フラット6マイナーオン5というオンコードになってます。こうです。ちょっと響きが悪いので、音を、弾き方を変えましょうか。こういう和音です。オンコードです。このフラット6オン5というオンコードは、ただし、今楽譜に書いてある通り、5オーギュメントフラットナインスと書き換えることもできます。で、こっちの方が分かりやすいからこう書いてるんですけど、オンコードとして使えるということを藤井風はここで示してるのがすごいですよね。そもそもあんま使おうと思わない和音ですからね、これ。藤井風、この曲の中でさっきから見てて分かる通り、和音がね、このもうメジャーセブンス、マイナーセブンス、マイナーセブンスみたいな、そういう単純なセブンスコードばっかりです。ナインスコードもすら出てきません。要するに、シンプルな和音を使うことで、耳馴染みの良い曲にしようとしてるわけなんですけど、ここにね、G オーギュメントフラットナインスが出てきたと。いや、なんか変な和音出てきてるじゃんと思うかもしれないんですけど、これ実はね、上の和音はただのマイナーのコードだと。やっぱり、こういうところにシンプルさを隠して、耳馴染みを良くしてるんだと思います。はい、よくあるここら辺はね、クリシェです。で、ここに、フラット3ディミニッシュが入ってるのはちょっとおしゃれです。
でしかもフラット 3D ディミニッシュの前の和音が3の和音じゃなくて、1の第一点階形の和音だというのがおしゃれですね。余談になりますけど、このフラット 3D ディミニッシュの和音、こうやって覚えちゃって、決め打ちで使えばおしゃれでいいなって感じなんですけど、これね、クラシック的に分析しようと思うと、大変なことになる和音で、意外と、すごく、これ一つで、10分も20分も話せそうな和音です。はい。これサビ前ですね。サビ前の盛り上がりがすごくうまいです。サビ前にとても単純な2、5、1を持ってくるんですね。2、5です。で、この5は、やっぱりオンコード。で、ここにね、もうドレミファソラシドですよね。このメロディーを持ってくるのも結構泣きのメロディーとしてうまいなと思います。で、しかも、すごいここ長調に誘導されてますよね。E メジャーなんで今。E メジャーなんで E メジャーの、E メジャーコードに解決するようにすごい誘導されてるんですけど、もう無視で E マイナーに落ちていきます。すごい切ないですね、この瞬間が。めちゃめちゃ切ない、とてもいいサビですね。この入り方はやばいですね。で、ちなみに、今 E マイナーに戻りました。この曲は、A メロが E マイナーです。で、B メロが E メジャーです。で、サビは E マイナーに戻ってくるんですね。このメジャーをマイナーで挟むような調の関係。調的な3部形式を構成していると言ってもいいでしょう。難しい言い方をするとそうなります。で、これはクラシック的だとも言えますよね。クラシック音楽では転調した後戻ってこなければいけないわけですけど、この曲は戻ってきてます。はい。この辺はすごいですね。サビなんですけど、普通サビって盛り上がると思うじゃないですか。盛り上がってはい、確かにいるんですけど、サビで楽器の数が減ってるんですね、この曲では。さっきまでたくさんシンセサイザーがいっぱい出てきてました。だけど、シンセサイザーはみんな一発屋で、サビでは消えます。消えて、何が起こるかというと、コーラスが増えましたね。コーラスが。もうええわっていうコーラスが増えて、で、ボーカルと交互に歌うと。これはとても色っぽい演出ですね。で、このもうええわっていう音のこの音形、とても印象的なリフレインになっています。ただ楽器の方を見てみますと、エレキピアノは、相変わらずベターっと弾いてるだけ。で、ここに対してグルーヴ感を出してるのは何のパートかっていうとギターですね。ギターをちょっと聞いてみましょうかね、これ。こんな感じの、すごいチャキチャキとした、スタッカートの効いたシンコペーションを弾いています。で、負けじとベースも結構動いてますよね。かなり動いてますね、このベース。こんな感じで。で、ドラムは超単純です。すごいシンプルなんですけどね。すごいシンプルだからこその、やっぱり、キャッチーさがあるんじゃないかなと思いますね、これは。今までやってきたこと、すなわち、平凡なリズム感の上に、チャキチャキとしたシンコペーション、16分音符のシンコペーションを持ち込んで、グルーヴ感を出すと。それをここではまっすぐやってるだけです。で、コーラスが加わって、すごいキャッチーになってる。で、コード進行もですよね。面白いことになってるんで、ちょっと見てみましょうか。はい。2-5がとても多いんですね。まずここ。ここで4に向かっての2-5-1が行われています。はい。ベース見ればわかる通り2-5-1になってますね。で、今度はここでですね、この部分で、3に向かって2-5と行われていますね。で、そのまま3の和音に行けばいいものを、やっぱり単調のマイナーコードに進んじゃうんですね。はい。ここにもそして2-5-1があります。で、そして今度ここで2、5と言って、
さっきは無視して単調に行ったんですけど、ちゃんと今回は長調に行きますね。平行長調に、一瞬転線を行います。ここも甘い転調ですね。さっきまでずっと単調だったわけですけど、ここで長調に行っちゃうと。で、コーラスの音形も平行移動しますね、上に。さあ、そして、まあこの、やっぱり、長調に行く前に、この、とても甘いフラットナインスがついた和音が鳴っています。とても甘い進行。ここも251だらけですね。ここ251になってます。はい、251でした。また今度はここでまた25ですね。で、1と。解決します、ちゃんと。もうすごい251だらけなんです、サビがね。サビ全部251。やっぱ25はとてもキャッチーですから、ジャズでね、基本的なコード進行ですけど、いろんな調に部分転調しながら251を行うんですね。まあ、25だけで終わることもありますけど。251は、主調で行うだけではつまんなくて、4の和音に向かって、4調で251をしてみるとか、5調に向かって251をしてみるとか、6調に向かって3調に向かって、いろんな251を組み替えると、ノンダイアトニックコードがたくさん使えるわけです。ノンダイアトニックコードを自然に使うことができて、とてもお得ですよね、25は。で、ちなみにこの部分の、この2小節のコード進行は品質です。よく使うんで、覚えておくと、便利かもしれないですね。ここです。4のメジャーセブンス。その次が2のマイナーセブンスフラット5ってきたくなるんですよ。これが、ノンダイアトニックコードです。2のマイナーセブンスフラット5にしとけば、ノンダイアトニックなコードで済むんですけど、マイナーセブンスフラット5って結構扱いも難しい和音ですし、響きが良くない。で、ここをフラット2、セブンスにしちゃうんですね。今回ナインスですけど。フラット2、セブンスにしちゃうことで、結構このベースのね、ルートが、謎の動きにはなるんですけど、かなりかっこよくなります。で、メロディーラインも普通に通っちゃうんですね。はい。で、ここにしれーっと長短合成和音なんかも含ませていますね。長短合成和音って、一応補足しますか。普通の5度7の和音に、5のマイナーセブンスの和音を重ねるんですね。で、そうすると、ここの音だけが違いますんで、ここは同じですね。で、ここだけぶつかります。こういう和音ですね。で、こうやって、開いた形にして弾くと音の響きが良くなるわけですけど、これはドミナントの和音です。よくこういう風に使います。で、今回はまさにそういう風に使ってます。はい。これでサビ終了です。で、サビが終わると E メジャーに、転線をまた行うんですけど、やっぱり転線のトリガーになってるのはこのオンコードですね。結構ね、このオンコード使っちゃうとね、雑な転線ができちゃうんで、ずるいんですよ、実は。で、藤井風はまさにそれを使いこなしていると言えると思います。はい。で、ここで、前奏のリフレインですよね。前奏を思わせるピアノソロがもう一回入るんですけど、ここね、弱進行してますね。5から4に。5の和音から4の和音に行って弱進行でとても甘いです。で、とても音数少ない。で、ここですごいなんか、謎の展開形が、F シャープマイナーセブンスもオン E みたいな謎の展開形が入ってるんですけど、これは響きを重視しただけであんまり意味はないでしょう。はい。で、ここで間奏に入るんですね。間
間奏に入ってる時に、なんか僕の耳にはね、なんかパッドが後ろでうっすらと鳴ってるような気がしました。厚みを増すためでしょうね。まあ、こういうことできるのも DTM っぽさがありますよね。はい、それでは、次は C メロに行ってみましょうかね。もうなんかね、この辺からもうすでに様子がおかしくないですか？コードネームを見てもらうとわかるんですけど、こんなおしゃれなオンコード、こんなマイナーナインス、こんなオンコードだらけじゃないですか。こんなでしたっけね、さっきまで。もうなんか、すごいことになってる。さっきまではメジャーセブンスとかマイナーセブンスばかりだったわけですけど、しかもね、オンコードもドミナントの時にしか出てこなかったんですけど、C メロは明確に差がつけられてます。まあ見てみましょうか、頭からね。この1のアドナインスの、オン3、第1展開形、1点の形、これはよく出てきますね。とてもいい響きです。ただこの曲の中では初めて出てきました。で、その次にこのマイナーナインスね。マイナーナインスは明らかに初めて出てきましたね、今回。おしゃれです。で、いつも通りのこのオンコードから1に行くのかなと思いきやですね。これ1に行ったんですけど、オンコードになってます。どういうオンコードかちょっと5オン1ですね。5の和音が1の、ルートの上に乗っかってると。これそうするとどういうことになるか。まあ、1のメジャーナインスのオミット3だというふうに言ってもいいんですけど、これは、ここ上がね、上の和音が5の和音になってることに意味があるんです。5の和音ってことはドミナントですから、ドミナントの和音っていうのはね、トニックに行きたがる。主和音に行きたがるわけです。で、これ、なんと、左手のルートを無視して、上の和音だけ見てみると、これなんと5から1に行ってるんですね。なんとね。で、その時に、ルートでは全然違う動きをしてます。1、6。ルートは1、6です。で、上の和音は5、1なんですね。それが組み合わさった結果、こうなってます。だから、このオンコードはただ単におしゃれだという以上の意味があるんです。和音部分とベース部分でコード進行が違うんですね、ここ。で、実はこの曲の中にこういう構造を持っている場所はもう一箇所ありまして、さっきは話さなかったんですけど、サビに一回戻ってみましょうか。ここです。ここにもあります。ここです。同じような構造になってますね。この和音が、やっぱり5 on 1なんですけど、ベースは1から4に行ってます。ベースは1から4に行ってますね。なんだけど和音はどうなってるかっていうと、5、6なんですね。5から6に行っています。やっぱり和音はドミナントから6に解決をしてるんですね。で、ベースは1から4に行ってるので、トニックからサブドミナントへ行ってると。これ全然違う和音の、全然違うコード進行なんですけど、これら2つを組み合わせると、オンコードになってうまくいくと。これはすごい発見ですね、これはね。でここで一瞬浮いたおしゃれな響きになってるんですけど、これはやっぱり意味があるんです。これを C メロでもやってきたということです。はい。で、言うまでもないことですけど、この C メロはもう2-5だらけなんで、あえて指摘はしません。2-5だらけです。はい。で、ここにもさっき話したおしゃれなオンコードが出てきたりもしています。はい。で、ここですね。これ。ここの3つのコードが結構、やばいですね。やばいです。6の和音から5の和音、5のマイナーですね。の和音に進むんですけど、その間にディミニッシュセブンスが挟まれています。で、これはパッシングディミニッシュの逆ですね。普通パッシングディミニッシュは、半音ずつ上がっていくときに使うんですけど、これ下がってますよね。で下がるときに、使われているディミニッシュだから、フラット3ディミニッシュなのかなというふうにも考えることができます。
それでも問題ないんですけど、この和音全然3の和音じゃないんで、そこだけちょっと気がかりです。ともかく間に挟むディミニッシュセブンスという使い方なんですけど、これは可能なんですね。経過和音と呼びますけど、ある和音とある和音の間に、その和音の間の音をつないだ、偶発的にできる和音。偶声和音と言いますね。で、この偶声和音の種類が今回は経過和音なんですけど、これは経過和音として用いられるディミニッシュセブンスだということです。で、ここまで二部音符で和音が遷移してきたのに、ここで四分音符に変わります。ここは251ばっかなんですけど、見ての通り。結構すごい和音です。この和音すごいです。なんと、4 on 5の形かと思いきや、これ4のマイナー on 5ですね。波長長で弾いてみましょうか。こういうコードになってますね。今まで出てきた音コードはこうでしたね。4 on 5。これマイナーにしてもいいんですね。マイナーにしてもいいです。で、これどういう和音になってるか見てみますと、こういう和音が元になってますね。で、ここから第3音と第5音を抜いてやると、オミットしてやると、4マイナーオン5になります。なので、結局、この和音もドミナントの機能を持っているということです。こういう音コードを、ここにとっておきで使うのはね、すごいですよね。なかなかできないことだと思いますね。使いたくなっちゃうんで。で、ここの和音。これですね。この和音はもうかの有名な行き過ぎコードですね。行き過ぎコードっていう名前は僕はかっこ悪いから嫌いなんですけど、ブラックアダーコードと呼びましょうか。ブラックアダーコードがここに使われています。ブラックアダーコードも初めて出てきますね。こことっておきです。で、ブラックアダーコードで、準7の和音、フラット7、フラット7の和音に行っちゃうっていうのがおしゃれなんですけど、突然ここでね、フラット7、準7の和音が出てくるっていうのは唐突じゃないかと思うかもしれません。でただ、この後、こういう風に、ドミナントに移って、サビに復帰していきます。でこれね、これもオンコードになってます。この17の和音もこれオンコードになってるんですけど、なんと驚きのことですけど、これ右手の部分だけ見ると、普通の4の和音になってます。なんならこれ2小節間ここね、これ4の和音しか弾いてないんですね、右手は。で、ベースが変わってるだけです。さっきと同じですよね。やってることが。右手は4の和音を弾いてる。で、左手が、ベースが、フラット7、5と移ってるんですね。でそれによって、ここに唐突に出てきたこの準7という和音が、サブドミナントとして働くんですね。サブドミナントとして働いてドミナントにつながっていきます。見事です。で、あとはサビに向かって、普通に戻りますね。さて、以上ですね。こんな感じの曲なんですけども、相当な工夫が見られましたね。非常にシンプルなんですけどね、やってることは。藤井風は、紅白にも出てた通り、一般受けもかなり良くて、すごい高度なことをやってるということがあんまり感じられにくいですけど、しかも251っていう基本的なコード進行でね、愛される響きを作り出しますし、なんですけどね、やってることは相当計算され尽くしているかと思います。彼の音楽は他にも分析したいなと思ってるんですけど、今回は以上です。もし何か、質問とかがあったらコメントしてください。そして、チャンネル登録などしてくれたら嬉しいです。では今日はここまで。ありがとうございました。